今日話したいことは一つ。アルパカのハブポーチを3ヶ月間使って分かったことについてです。結論としては、財布兼 EDC ポーチとしては非常に優秀です。ではなぜそう思うのか、いいところ悪いところの観点から話していきたいと思います。はじめに自分が実際これをどうやって使っているか、実用例を見せます。メインの収納部分には財布としての機能のためにまずカード類が入っています。同じところにお札も数枚入ってて、あとちょっとお守りがで、あとここに鍵が1本入るぐらいのスペースがあって、でこれがインチャージっていうタイプ C とかライトニングケーブルに対応した、便利な充電アダプター。下の部分にエアタグ、あと同じところに頭痛薬を入れてます。右側半分は以上で、左半分はフラッシュライト、前々からずっと気に入っている同じやつ、あとヘアコーム、あとなんだかんだで使う時があるマルチツール、あとボールペン。そんな使う機会はないんですけど、たまにこれがあると便利です。メインの収納にはこれだけのものが入っていて、結構自分がよく使う小物入れてるつもりなんですけど、それでもまだスペース的には余裕があるっていう感じです。で、サブの方にはもうここは小銭だけをドバッと雑に入れるスペースにしていて、びっくりするぐらい100円玉と50円玉しかないんで、ゲームセンター行ってきたんかみたいな感じになってるんですけど、小銭を雑に入れてます。これら全てをこのコンパクトなポーチに綺麗に収められるっていうので結構便利だなと思います。で、中身空にしたついでにこいつのスペックの紹介もしようと思います。先ほど見せた通り、このポーチメインとサブの2つの収納口があって、メインの方は大きく横開きできるようになっていて、一目で全体を見渡すことができます。で、それぞれこの入れるところがポケットとかバンドで仕切られているので、中で物が動き回るみたいなこともありません。で、サブの方は特に仕切りなども何もなくて、一つの広いスペースがバッとあるだけです。で、色とか素材はいくつか種類があるんですが、自分が買ったこれは X50 っていうやつです。あとハブキーチェインっていうアルパカ独自のアクセサリーがあって、これなんですけど、マグネットでこのプルタブと合わせて簡単に着脱できるっていうアクセサリーになってます。感触がね、気持ちよくてついついカチャカチャ言いたくなる感じのやつです。で、これと組み合わせることによってカバンのストラップとかベルトとかにこれで引っ掛けて持ち運びやすくなります。こんな感じでね。以前振り回して耐久どうかなっていうのを試したんですけど、全然取れなかったので、結構信頼してもいいと思います。次にこのポーチの気に入っているところとそうでないところについて話したいのですが、似たようなポーチで以前紹介したこのジップポーチプロを持ってます。このめちゃくちゃ気に入っているジップポーチプロと比べながら、そこのところ話していきたいと思います。で、まずは気に入っているところですが、これはもう単純に一つ、容量が大きい。これにつきます。ジップポーチプロにこの間まで入れていたものを全部移してもまだ余力があります。現に先ほど見せたこの中身もジップポーチプロに入れていたものすべてとプラスアルファで足したもので構成されています。カード類のスペースが広くて、例えばこのちょっとごちゃごちゃになっちゃってるんですけど、こういう携帯の使い捨てのメガネ拭きとかもジップポーチプロだとこれ入らなかったんですけど、全然入っちゃうんで容量はかなり広く感じます。同時にジップポーチプロでは物を多く入れすぎるとメインのポケットが開きづらくなってアクセスしにくいという欠点がありましたが、ハブポーチはこっちはジッパーが大きく開いて全体を一目で見渡せるようになっているので、物を入れすぎても使い勝手が悪くなるということはありません。また物を多く入れても整理しやすいっていうのも良くて、
ポケットの数もジップポーチプロより多いので、やはり物を多く入れる場合にはこっちの方が便利に感じます。次に気に入っていないところについて話します。正直大した問題じゃないところばっかなんですけど、個人的には残念だったことが2つあります。まず1つ目がモバイルバッテリーが入らなかった。実はこのハブポーチを買った理由って、モバイルバッテリーや充電ケーブルも一緒に入る財布みたいな感じにしたかったからなんです。でも手持ちのモバイルバッテリーで試したんですけど、どれもダメで、例えばアンカーの1万ミリアンペアぐらいのやつとかでももう厚み的に限界で、これ入れるともうこれだけで中身いっぱいになっちゃうし、イニューのちょっとちっちゃめかなっていうやつのモバイルバッテリーも買ったんですけど、結局これも厚みがあるんでダメで、やっぱりジップポーチプロ同様に厚みがあるものは苦手なようで、小物はたくさん入るんだけど厚みのあるモバイルバッテリーとかはもう一発でダメみたいな感じになっちゃいました。別にこの問題はモバイルバッテリーを常に持ち運びたい人じゃなければ全然問題じゃないんですけど、個人的にはちょっと残念でした。で、2つ目の気に入らないところがデザインです。これはもう完全に好みの話なんですけど、ちょっとジップポーチプロと比べて見た目がずんぐりしてるんですよね。一回り大きい感じの。これはもう完全にポーチって感じなんですよね。それに比べてジップポーチプロはなんかスタイリッシュなデザインで、結構こっちがのデザインに慣れちゃうと、これちょっとしょぼく見えるというかダサく感じちゃいますで、自分これらのポーチは普段先ほどのハブキーチェーンにベルトに引っ掛けて持ち運んでるんですけど、ハブポーチはちょっとベルトにつけるには主張激しいというか、ちょっと大きすぎる感じがします。加えてこれは完全に自分のミスなんですけど、ちょっとテクスチャが美しくなくて、この X50 っていう素材が思ってただの黒い生地にしか見えなくて、一応このジップポーチプロみたいに格子状のテクスチャ入ってるらしいんですけど、ほとんど見えない、光をよっぽど綺麗に当てない限り見えないぐらい微妙なテクスチャになってます。単純にこれをカバンの中にしまっておくとかだったら問題ないんですけど、自分の用途ベルトに引っ掛けて持ち運ぶっていうのにはちょっと合いませんでした。実はポーチ使ってるうちにまた他のアルパカ製品が気になりまして、このメトロポーチっていうのを買いましたんで、これをまた近いうちにレビューしようと思います。一言で言うと、イニューのモバイルバッテリーがちゃんと入るサイズのポーチです。お楽しみにすいません、告知でした。財布の機能と EDC ポーチとしての機能を両立できるので、結論としては財布兼 EDC ポーチとしては非常に優秀だと思います。ただし値段がジップポーチプロと同じ4900円ぐらいですので、どちらを買うのか悩むところだと思います。おすすめとしては、スタイリッシュなデザインが好きならジップポーチプロ、容量と整理のしやすさを重視するならハブポーチの方がいいと思います。自分はちょっとこのハブポーチのスペースを活用できるほど中に入れるもの、常に持ち運ぶものがなかったので、ジップポーチプロの方をメインに今後は使っていこうと思います。で、ちょっとハブポーチ今後どう使うかをまだ決めていないので、もしこう使ったら便利そうみたいなアイディアがあったらぜひ教えてほしいです。本当にちょっと困ってるんでひらめいた人はぜひお願いします。はい、今日の話は以上です。お疲れ様でした。もし気が向いたらチャンネル登録とかしていただけると泣いて喜びますありがとうございました。